はいどうも、岸田模型です。今日はこれ、青島のパガーニゾンダですね。はい、先日発売になりましたので、ちょっと購入しました。今日はこれのキットレビューをしたいと思います。合わせて、このディティールアップパーツセットも入手しましたので、こちらも見ていきます。それでは早速ね、中身の方を見ていきます。ウワイラーはね、もう出てますけど、ゾンダがやっと出ましたということで、はい。これから見ていきますか。これがリアカウルですね。ホイール、メッキパーツですね。これがエンジンとか、ブレーキ、エンジンのパイピング系ですかね。内装っていうかエンジンとかもね、当然ついてるわけで、パーツ数は多めですね。これがフロントのカウル。ボディはこんな感じでバラバラなんで、これはなんかあれじゃないですか、フルオープンみたいな感じでも作れるのかな。そうですね。リアカールは開けた状態でも組み立てできるということですな。ドアもそうですね。ドアも開閉選択式なんでしょうかね。違うのか。ドアは固定なのかな、これは。ドアは固定っぽいですね。ここら辺はなんかちょっと手を入れればドアもオープンにできるのかな。これがクリアパーツ系ですね。クリアパーツも新しいキットなんでそんな変なことはないでしょう。透明度とかも問題ないですね。綺麗ですね。でこれがシャーシエンジン、シャーシですね。これは足回り関係とかかな。これはフロントの部品ですね。でこれがエンジンと。エンジンついてるカーモデルはなんかちょっと嬉しいですよね。エンジンはこれ実車はあれですね、ベンツメルセデスの12気筒が積んでる7リッターでしたっけなんか恐ろしいですね。でこれがブレーキランプとかかな。そうですね、ブレーキランプとかは着色済みですね。とこれが普通のクリアのパーツと。でこれが内装パーツ。パーツ数はやっぱさっきも言いましたけど多いですね。ちょっと組み立てるのはちょっと大変そうな感じもしますけど、これがあれですね、ウインカーとかですね。これも着色済みなものがついています。これもメッキパーツ。これは内装系ですね。でこれがマフラー、エキゾーストもメッキされてます。なんかこれはマフラーのメッキはなんかちょっと感じが違うギラギラしたやつになってますね。でこれが内装系パーツという感じです。でね、まだパーツあるんですわパーツ多いですね。これが車体中央のモノコックの上、ルーフとかですね。成形状態は
非常に綺麗ですね。だこれ組み立てるの結構大変そうかな。あとはこれがサイドの部分ですね。これは何だろう。これはどっか、ライトのあれかな、ハウジングみたいなやつでしょうかね。はい、ということで、あとはタイヤも太いタイヤがついてます。ポリキャップとこの金属線は何でしょうね。金属線はカウルを多分オープン状態で止めるときに使うやつかな。あとはこのデカール、窓のマスクシールですね。ちょっとデカールも見ときましょう。あとはマスクシールということですね。あとパーツは以上、こんだけです。ボリューム満点という感じですね、これはね。専用の青島さんから出ているディティールアップパーツセット、一緒に買いましたんで、これもちょっと中身を見ていきましょう。ディティールアップパーツ、よいしょ。これはエッジングとテールパイプですね。エキゾーストのテールパイプとこのインレットシール、エンブレム類のですね、がついているっていう感じですね。エッジングはメッシュの部分とかですね。あとワイパー、あとブレーキローターですね。これがいくらだったんだっけな。これ2000円なんで、多分実売だと2000円しないくらいで買えるのかな。結構デラックスなゴージャスな内容のキットだと思うので、こちらも一緒に購入されるといいんじゃないかなと僕は思います。はい、というわけでですね、青島のパガニゾンダ C12 ということで、この C12S か C12S ということでございましたけど、 C12S は初期型の方のタイプなんで、これまたバリエーションでですね、後期型が F とかですか。あと多分有名なやつだとね、760シリーズ、ワンオフでなんか制作するっていう、ああいうのもね、ハミルトンとかが持ってて有名ですけど、それこそこの前宇宙に行った前澤さんとかもなんか持ってるんでしたっけね。ワンオフのあれ結構こまごまと形違うのかな、ちょっと詳しくわからないんですけど、なんかあれも後期のタイプの方もかっこいいんで、そういうのもモデル化してくれると嬉しいなと思います。でこのね、初期型も結構シンプルって言えば、今見れば出た当初はなんかすごい格好でちょっとあれでしたけど、今見ると結構シンプルな形でかっこいいかなと思います。実車はなんぼ、実車はいくらしたの、200万ドルでしたっけ。なんかとんでもない値段がする車ですけどね。これも完成したらね、ちょっとめちゃくちゃかっこいいんじゃないかなと。エンジンもついてますしね。かなり作り応えがある内容ですんで、これも作るのが楽しみだなと思います。いつ作るかは分かりませんがということで、ちょっと簡単でしたがキットレビューでございました。それではご視聴ありがとうございました。それではまた次回。